Welcome to another episode of English Word of the Week. 前回のエピソードでは GOAT という言葉を紹介しました。見逃した方は右上をクリックしてください。今日のエピソードでは based という表現を紹介します。皆さんが based という言葉を聞いて真っ先に連想するのは base という英単語ではなかろうかと思います。base には名詞、動詞、形容詞の3つの用法が存在します。まず、名詞の base には、主に物事を下から支えるものという意味があり、土台、拠点、基礎など文脈に応じて多様に和訳されます。次に、この名詞から派生した動詞としての base は、置く、位置させる、基づかせるという意味を持ち、主に受け身形で用いられます。おそらく皆さんも中学校もしくは高校で be based on という熟語を学習したことでしょう。そして形容詞の base は下劣なないし悪質なといった否定的な意味合いを持っています。しかし今回紹介する based という単語はこれらの定義とはかけ離れた初見では予測し得ない意味を持っています。Dictionary.com によると based の語源は1980年代にアメリカで誕生したbasehead というスラングにまで遡ることができます。basehead とはfreebasing cocaine という違法薬物の一種を乱用する人物、またはそれをあたかも乱用しているかのような言動を示す人物を指した俗語でした。それを省略した based という表現が次第に薬物乱用者、または薬物乱用者のような振る舞いをする人物を指すようになりました。しかし2007年になるとLil B というアメリカ人ラッパーが所属する The Pack というグループが Based Boys というアルバムを発表し、その中において Based を他人の目を恐れず自分を貫き通す様を表す形容詞として使用し始めたと言われています。さらに2010年代になると主にオルタナ右翼系のネット住民の間で Based の新たな用法が生み出されました。特にネット上の議論において彼らが共感する思想を体現する人物を是認する意図で based という形容詞が使われるようになりました。そこから政治的議論の範疇を超えてネット全体に伝播し、現在では単に他人の意見への同意や称賛を表明する単語として散見されるようになりました。特に世間的には容認されづらい立場への共鳴を示したり、あるいは皮肉や改逆性に富んだ発言などを商用したりする傾向が見られます。さらに、アーバンディクショナリーによれば、前述した動詞のベースの定義と重ね合わせて、事実や真理に基づいた意見を指す用法もあるようです。この場合、based は biased、つまり視点が偏っているという意味の単語の対義語であるとされています。では、実際の使用例をTwitter などのソーシャルメディアで探してみましょう。まずは一つ目。ハッジに行きたいけれど、両親がワクチンを接種したがらない。based な親。いや、ワクチン接種に肯定的な人こそが based。ハッジとは、メッカへの巡礼を意味するイスラム教の用語です。メッカはサウジアラビアに位置しています。サウジアラビア国外に居住するイスラム教徒がメッカに渡航するためには、ワクチン接種が必要なのでしょう。返信ツイートからこの人の両親がワクチン接種という行為もしくは接種の義務化に反対していることが察せられますが、具体的にどのような理由でワクチン接種を拒否しているのかは明らかにされていません。本題に戻ると、最初のツイートに対する返信では、ワクチン接種を拒む両親への称賛の意を込めて based という表現が用いられています。この based からは先述の自分の信念を貫く姿勢に対する敬意や社会的には容認されづらい立場への共感が読み取れます。それに対しワクチン接種を推進することが based であると反論しています。続いてのツイートです。画像にはニュース記事の見出しが載っています。見出しには2歳児に性的虐待を加えているところを捉えられた小児性愛者が鞭に打たれて死亡と書かれています。この見出しに対し、これがもし本当ならば based だとコメントしています。この based には小児性愛者に私的制裁を加える行為を礼賛する意図が読み取れます。
最後に Twitter ではなく Reddit で見つけた例を紹介しましょう。あるミームに Based Dodge というキャプションが添えられています。左側の Dodge が問いかけます。やあ、何のために勉強しているの？右側の Dodge が返答します。何でもないよ。ただ、いろんな文化について学んでいるんだ。ネット上で人種差別発言をするときにより正確な根拠を示せるようにね。人種差別を正当化することは言わずもがな社会的に許容されざる行為です。故にこの based の用法は本気なのかふざけているのか判然としない曖昧さをはらんでおり、それがこのミームの滑稽さに直結しているようです。今日はここまでにしましょう。また次回。